日本で開催されるなら安全面でも安心できる。日本なら大会運営については心配する必要がない。日本ならワールドカップだって開催できる。日本開催なら試合を見に行ける。日本は開催国にならなくても普通に突破できるだろう。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回は U23 アジアカップ2028が日本開催に決定したことを知ったベトナムサポーターと話していくよ。日本開催。ヨルダン、キルギス、カタール、ウズベキスタン、UAE の開催地争いに勝って日本が選ばれたんだよ。カタールに勝ったんだ。すごい。ちなみにこの大会はロサンゼルスオリンピックの予選も兼ねているよ。じゃあこれは重要な大会だね。そうだね。ベトナムサポーターってことはミンくんだね。シンチャオ。シンチャオ。ミンくん、U23 アジアカップ2028の開催国が日本に決まったことを知ったベトナムサポーターが何て言ってるか聞かせて。任せて。開催国が日本に決まったけど、ベトナムでは何て言われてるの？日本なら大会運営については心配する必要がないっていう声がかなり目立ってた。さすが日本。 U23 アジアカップどころか日本ならワールドカップだって開催できる。日本は世界水準のインフラや開催する上でのリスクの低さなどが評価されたんだね。スタジアムに関してはどうかな。予想として挙げられていた会場を見て、綺麗で新しくて本当に質が高そうだって驚いている人が多かった。収容人数はだいたい2万人から3万人規模じゃないか。クラブが普段使うスタジアムならそのくらいで十分だよ。無理に大きくするより必要な人数が入れて観客の体験やピッチの質を最大限に高める方が大事。育成年代の大会なら満員にしやすい適度な大きさの方が雰囲気も作りやすそう。ちなみにそのスタジアムはエディオンピースウィング広島、収容人数28,407人。サンガスタジアム、収容人数21,269人。福田電子アリーナ、収容人数19,470人。長崎のピーススタジアム、収容人数22,268人だったよ。これは AFC が発表したスタジアムじゃなくてベトナムサポーターが予想したスタジアムだよ。日本のスタジアムは収容人数がちょうどよくて若い世代の大会に合っている。大きくなくても全部質が高い。候補として予想された会場の中に2002年のワールドカップで使われたスタジアムが一つもないって言ってる人もいたけどね。日本で開催されるなら安全面でも安心できる。文明的で安全な国でプレーできるのはいい。アラブ諸国の開催じゃなくてよかった。日本なら開催準備や運営について文句をつけるところがないからね。ベトナム人って日本にたくさん住んでるしね。そうなんだ。ベトナムが日本で試合をすればかなり多くの観客が来るんじゃないか。それが少しでもベトナムの利点になる。日本開催なら試合を見に行けるって喜んでいる人もいたよ。日本に住んでたらなかなかベトナム代表の試合見られないからチャンスだね。そのためにもアジアカップ出場しないとね。そうだね。 U23 アジアカップ2028はロサンゼルスオリンピックのアジア予選を兼ねるしね。しかも出場枠は決勝まで行った2カ国しかないんだよね。日本は大会の開催国だけどオリンピックの開催国ではないから日本も決勝まで進まないとオリンピックには出られないの？日本も普通に出場権を争うことになる。ロサンゼルスオリンピックの開催国はアメリカだから日本が U23 アジアカップを開催しても自動的にオリンピックへ出られるわけじゃないよ。それから2028年以降は U23 アジアカップが2年に一度ではなく4年に一度の開催になるという情報も大きな話題になってたよ。オリンピックの予選大会も兼ねた大会だけになるんだよね。これまでみたいにどの U23 世代にも大会へ出る機会があるわけではなくなる。ベトナムの各世代が結果を出すにはこれまで以上に準備と努力が必要になる。4年に1回だとちょうどの年齢に当たると得だね。まさにそこを心配している人もいた。2007年や2008年生まれの選手は U23 アジアカップへ出場する機会がなくなる。オリンピックへ向けた4年間の強化サイクルを作りやすくする。4年に一度の大会へ変わるなら一つの世代を長い時間をかけて育てて五輪予選へ合わせる準備が必要になる。それと開催地が日本に決まったこと以上に衝撃を受けていた人が多かったのがアジアの出場枠の少なさだったよ。アジアで2枠はなかなかな少なさだね。2枠では厳しすぎる。もうベトナムや東南アジアの国がオリンピックへ出るのは無理なんじゃないか。東南アジアだけじゃなくて
アジアの強豪国にとっても簡単ではない。少なくとも準決勝に進んだ4チームにはオリンピック出場権を与えるべきだ。4チームならまだアジアの競争力や国の多さに合っている。オリンピック男子サッカーの参加国自体を増やすべきだ。最低でも24チームにして各大陸へもっと公平に出場枠を配るべきだ。4年間準備してもアジアから2チームしか出られないのは少なすぎる。でもなんで2カ国なの？参加国を減らした理由についてもいろいろ言われてたよ。競争を激しくするためじゃないか。女子サッカーを発展させたいから男女の参加数を調整した。女子サッカーを増やすために男子サッカーを減らしたってこと？そういう説明に対して女子の参加チームを増やすのはいいけど、なぜ男子を16から12へ減らす必要があるんだ。これは平等ではなく女子側を優遇しているだけじゃないか。女子サッカーをもっと見て関心を持ってもらいたいという狙いなんじゃないか。それでも男子の出場枠を減らすこととは別の話だ。アジアが2枠しかないなら今後は U23 ワールドカップが作られるんじゃないか。今のオリンピックは参加国が少なくて以前より面白くない。参加国が少なくてもベトナムが出たらきっと面白いよ。その2枠の有力候補として名前が挙がっていたのはどこなのかな。日本はかなり有力視されてたよ。開催国である上に実力もあるからオリンピック出場の1枠は日本が取るんじゃないか。日本はオリンピックへ出る可能性を高めるためにこの大会を開催するんじゃないか。日本は開催国にならなくても普通に突破できるだろう。日本は今年若い世代のチームで戦っても優勝できるほど強いんだから、正式な U23 で出れば五輪出場権を取れないわけがない。でもそれに対しては日本も過去に U23 アジアカップのグループステージで敗退したことがあるって指摘する人もいたよ。その時の日本代表が本当に年齢上限まで使った U23 だったのか、それとも U21 中心だったのか。過去の一度の敗退だけではなく最近の日本の育成年代の実力を見ればわかるだろう。日本と並んで警戒されていたのがウズベキスタンだね。サポーターがきついウズベキスタン。ウズベキスタンは本当に強くなってきてるよね。決勝は日本対ウズベキスタンになる可能性が高い。日本とウズベキスタンは 80% くらいの確率でオリンピックに出る。他の国はテレビで見ることになる。じゃあ日本とウズベキスタンが決勝前に当たっちゃったら大変だ。その2カ国だけじゃない、韓国もいる。韓国はこの大会で優勝して兵役を免除してもらうためにかなり本気で来るんじゃないか。兵役免除は人生において本当に大きいよね。ワールドカップに出た選手を3人呼び戻すらしいから本気で優勝を狙っている。2028年の話なのにもう決まってるのかな。韓国の世代別代表は結果に波があるから実際には大会が始まるまでわからない。イラン、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、オーストラリアも簡単な相手じゃないという警戒があったよ。中国の育成年代もまた強くなってきている。日本やウズベキスタンだけを見ていればいいわけではない。確かにアンダー世代の決勝の相手が中国だったもんね。そんな厳しい争いの中でベトナムにとって前向きな材料として注目されていたのが本大会でのシードだよ。シード？前回大会の3位という成績によって第1シードに入る可能性が高い。そうなんだ。それはいいね。しかも開催国が日本だから弱い国がポット1にならないしね。それでも第1シードになれたとしてもそれだけで勝ち上がれるわけではない。ベトナムは第1シードでほぼ確定なのかって確認する人もいたし、前回の成績が次の大会でどう反映されるのかに注目が集まってた。しかもこの年齢はいい選手がいるみたいなんだよね。2005年から2007年生まれの海外育ちのベトナム系選手がかなりいる。でも試合を決められるような突出した個人が少ない。そういう選手ってなかなかいないよね。それとやっぱりアンダー世代だと育成にも注目が集まるよね。次の大会に出る選手だけを見るのではなくて育成年代全体の強化が必要だ。早い段階からしっかり準備すればベトナムが出場権を取れると信じる。難しいことは分かってるけどそれでも期待したい。まずは本大会でベスト8へ進んでほしい。その先の準決勝、さらに最高の結果として決勝まで行ってほしいっていう期待も出てたよ。薄めるところまで進んでほしいし、仮にオリンピック出場まで届かなかったとしてもこの世代の経験を将来のワールドカップへの準備にすればいい。素敵な考えだね。ベトナムがオリンピックへ出場できれば歴史的な快挙になる。難しいと分かっていても希望は持ち続けたい。ベトナムってオリンピック出たことないの？それがないんだよ。出場はしたことないけど予選は突破したことはあるんだよ。どういうこと？ 1956年メルボルン大会では当時の南ベトナムが予選を突破したんだけど
政治・財政上の事情などで大会前に辞退しちゃったんだよね。ベトナムも南とかある時代があったんだ。期待がある一方でベトナムの実力をかなり厳しく見ている人も多かったよ。よくてもベスト8までグループステージ敗退になる。決勝進出は夢のような話で、ベトナムは進めるところまで進めれば十分だ。夢を見るのはいいことだね。オリンピック出場権がかかった大会ではベトナムはなかなかいい結果を残せていない。オリンピック予選ではない年は強豪国が年齢の若い選手を出すことがある。でもオリンピック出場権がかかれば各国が使える中で最も強いメンバーを出してくるからね。だから今年は3位になれたってことなんだ。前回の上位進出は大きな意味を持たない。実質的には親善大会のようなものだって厳しく言ってる人もいたね。そこまで言われちゃうんだ。せっかく日本は優勝したのに。日本は U21 で優勝してるし、すごいんだよ。そっか。日本や韓国などが本来の主力ではなく、若い選手や大学生を中心に戦っていたから、ベトナムが自分たちを強いと勘違いしてはいけない。安心して。日本はオリンピックもアジアカップも海外組はなかなか呼べないから。でも私ロサンゼルスオリンピック日本選手予想みたいな YouTube 見たけど、全員海外組の選手予想してたチャンネルあったよ。誰が呼べて誰が呼べないかなんてわからないしね。前回のパリオリンピックでは日本の海外組は7人か8人だったよ。なんだか歯がゆいね。所属クラブで主力になればなるほど呼べなくなる確率が高くなる感じだね。上手くなればなるほどオリンピック代表から遠のくなんて。日本の本当の最終目標はワールドカップ優勝だからね。日本はそうかもしれないけど、韓国に対しては反論されていたべ。韓国は正しい U23 世代を使っていて、K リーグ1部や2部の選手、それにポルトガルでプレーする選手もいた。若いチームを使っていたのは日本とウズベキスタンだけで、韓国は年齢的には正式な U23 だった。韓国には欧州でプレーする主力がいなかったし、大学生を使っていた。仮に韓国が大学生中心だったとしても、韓国の大学サッカーとベトナムの間には大きな差がある。まあまあ韓国のことはいいじゃないの。ベトナムの A 代表監督が韓国人だから韓国のことも気になるんだろうね。それとベトナムの育成がアジア上位になりつつあるって話も出てるんだ。直近2回の五輪予選でベトナムはどちらもベスト8に進んだから、育成年代はアジア上位へ近づいている。ベスト8へ進んだのは2024年で、2016年と2020年はグループステージで敗退した。オリンピック出場権を争った大会ではベトナムはグループステージを突破したのが最高だ。ただ今回については本当に実力を測れる大会になる。今回って言っても2028年だからまだ先だよ。今度は各国がオリンピック出場を目指して戦うから、大学生だった、年下のチームだった、視力が足りなかったという言い訳はできなくなる。今回こそベトナムがどこまで戦えるのかを見られる。今回はオリンピック出場権がかかっているから、ベトナムも戦力を隠さずに戦うことになる。今の男子サッカーではオリンピックは以前ほど注目されていない。そうなの？オリンピックってすごいでしょ。もちろん大きな大会だけど、サッカーではワールドカップの方が多くの人に見られるし、A 代表の方が重要だからね。そりゃそうだけどさ。ベトナムが目指すべき最重要目標は、2027年のアジアカップで最低でもベスト8へ進むことと、2030年ワールドカップ予選の第2ラウンドへ進むことだ。育成年代の結果を重視しすぎて、その世代が伸び悩んだ時にすぐ誰かの責任にするのは良くない。ベトナムは育成年代の大会を持ち上げすぎる。他国は若い選手に経験を積ませる場として考えていて、本当に重要なのは国内リーグだ。日本もほとんどの選手が J リーグから海外に行ってるってみんな言ってるもんね。たまに直接海外行っちゃう人もいるけど、大体はそうだね。育成年代の大会で勝って盛り上がるだけではなく、国内リーグを強くすることが中心だ。強い A 代表を作りたいなら、育成年代もある程度は結果を出さないといけない。U23 は A 代表へ進むための土台で、そこでいいプレーをした選手は A 代表に呼ばれる機会を得られる。大会に出ることで経験を積んで、もっとたくましい選手になれる。オリンピックは若い選手が世界へ知られるきっかけになる。オリンピックは4年に1度しかないんだから、育成年代の大会だからといって軽く扱うべきではない。 U23 にとってはワールドカップのように大きな大会だ。確かに U23 ワールドカップってないもんね。じゃあ U23 はオリンピックがそれに当たる感じだね。若い選手を出して結果が出なければ批判するのに、全力で戦っても今度は育成年代に力を使いすぎだと批判する人もいるんだよね。勝っても文句、負けても文句、私生活がうまくいってないのかな。 A 代表を最優先にするべきという人もいれば、
その A 代表を強くするために U23 の経験が必要だという人もいる。どちらもベトナムサッカーの将来を見ているけど、若い世代の大会をどう評価するかは人それぞれだよ。経験は必要だよね。日本開催を歓迎する声は多かったけど、2枠しかなくて強豪も揃うからベトナムにとってはかなり厳しい。でも第1シードの可能性もあるし、期待されている選手もいる。最初から無理だと決めつけず、早くからしっかり準備して、まずは一つでも上へ進んでほしい。その経験を A 代表や将来のワールドカップにつなぐ何かを起こしてくれることを期待したいね。ベトナムサポーターはこんな話をしていたよ。ミンくんありがとう。こちらこそ。ベトナムでは日本開催をみんな喜んでいたよ。ミンくんまたね。それじゃあ変なプライ。変なプライ。オリンピック予選のアジアカップは2028年にあるんだね。そうだね。A 代表のアジアカップと同じ時期にやるから森保監督がアジアカップまで監督やるって動画のコメントにあったけど全然違ったね。噂になってたけど、半年後で開催地も決まってないし、出場国も決まってないからそれはないでしょって思ってたよ。確かにサッカーってよく噂に振り回されるよね。特に移籍話。しかも YouTube だと捏造で再生数稼ごうとしてるチャンネルもあるからね。特に AI 音声。私じゃん。ひなも捏造しないでね。私はただ思ったことを言ってるにわかサッカーファンです。というか U23 アジアカップの開催国が日本ということで、ここは優勝してオリンピック出場してほしいね。ほんとそうだよね。大関優斗選手が選ばれてほしいな。葵ちゃん一押し選手の大関選手。まずは9月にあるアジア競技大会だね。この年代が U23 アジアカップに出るし注目の大会だね。じゃあ今回はこれで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。皆さんはこの年代で気になっている選手はいますか？ぜひコメントで教えてください。私は市原里音くんです。待って。今日アジア競技大会のメンバー発表されたけど、市原里音選手選ばれたよ。最高。大関優斗選手も選ばれたよ。私たちの推しが2人選出されたなんて余計盛り上がるね。優勝しかないね。じゃあ本当に終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。燃やす